皆さんこんにちは、シオネルです。こちらは朝5時20分の富山駅。朝の富山駅は半袖に裏起毛のパーカーで涼しいくらい。今日は初めての立山黒部アルペンルートということで、山越えの朝は早いです。スタートは電鉄富山駅。私は富山駅近くのホテルに前泊しました。まずはウェブで予約しておいた電鉄富山から扇沢、そして扇沢から長野駅までのバスの切符を発見。私は秋の早割というもので予約したので、通常よりちょっぴり安くなり、合計 15,870 円。今日一日この切符で動くので絶対になくせません。アルペンルート用の専用レーンが設けられ、なんと1番目に並びます。列が長くなり、改札の先まで進むことに。そしたらたくさんのヘッドマークを見ることができました。看板も含め、突然レトロな世界に引き込まれて心が躍ります。ホームにはまだ昔ながらの雰囲気が残されているところがあり、そのワクワク感は旅の始まりにぴったりです。そして奥には綺麗な朝焼けと大きな山々。3番乗り場になりますので、このまま1番線の奥に電車が止まりますので、はい、ご移動お願いします。観光列車アルプスエキスプレスになった西武鉄道5000型レッドアロー、そしてかぼちゃカラーになった京阪電鉄特急用車両3000型がいました。3番線に止まるので、この電車の奥に入るそうです。縦列停車。こちらも水戸岡英二さんがデザインされているそうです。本日最初の乗り物がやってきました。どの車両だろうと思っていたら、まさかのテレビカー。そのまんま京阪が来ました。富山県で鳩のマークを見るというのはとても不思議な感覚です。まずは1時間かけて立山まで移動します。ドア位置が違ったので最後尾になってしまいました。諦めていたのですが、なんと私の後ろに並んでいた素敵なご家族が気にかけてくださり、一番早く並んでたんだから一番に乗らなきゃダメよと一番前まで連れてきてくださいました。皆さんも快く譲ってくださり、優しい世界。なんかもう嬉しすぎて嬉しかったです。本当に外装と同じ真っ赤な鮮やかなシートが並びます。こちらは富山に来てからのシートだそうです。車内は混雑しています。こちらには1時間乗車するので、アルペンルートでたくさん歩く前プラス朝一にはちょっときついかも。早めに来て並ぶことをおすすめします。立山黒部アルペンルートとは、富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート。標高3000メートル級の山々が連なる北アルプスの壮大な自然を体感することができます。そしてこちらは全て乗り物で行けるというのがポイント。7つの乗り物を乗り継いで山を越えます。1つ目はこの富山地方鉄道。すでに始まっているということですね。今回は私は日帰りで長野まで通り抜けます。
すれ違う車両やレトロな駅舎を楽しみたいなら右、景色を満喫したい方は左側の座席が良さそうです。といってもどちらでもまんべんなく満喫できるかなと思いました。まだ眠りから覚めない淡いパステルカラーに包まれた富山の静かな街並みを眺めていると、どこか懐かしさを感じます。木造でレトロな駅舎が多く、右に左に首を振りながら乗車を楽しみます。全員が立山黒部アルペンルートを目指すかといったらそうではありません。地元の方々が日常の足として利用している姿が見られます。観光地と生活の風景が交錯するこの乗車時間に温かさを感じました。現在は常願寺川に架かる千垣橋梁を渡っています。奥には吉見橋、橋の下には重要文化財の本宮砂防園庭が見えます。移り変わる風景を楽しんでいたら、あっという間にもうすぐ立山駅です。立山です。降り口は左側一番乗り場の到着です。立山駅、駅員がありません。立山駅に到着。なんとまさかのテレビカー。次はね、ケーブルカー。こちらは15度。富山も16度でしたが、かなり寒く感じます。秋の終わり頃を感じる気温です。2つ目はケーブルカー。こちらの乗車には時間指定が必須。時間指定が必要なのはこの立山ケーブルカーのみです。私はオンラインで事前に指定しています。といってもここで1時間待たないといけないので、当日券が空いていたので500円の手数料を払って時間を変更しました。意外と当日券で買う方も多いみたいです。フードコートや無料待合室もあるので待つのには困りません。ということでいよいよ乗車です。この階段を上る瞬間ってかなりワクワクしますよね。立山ケーブルカーには荷台がついていることが特徴的。かつて黒部ダム建設用の資材を運んでいたそうで、現在も大きな荷物はここに乗せて運んでいるそうです。車両にはアルペンルートで出会えるお花や動物たちの絵が描かれています。先頭をゲットしました。このレールの真ん中にあるケーブルを使って美女平駅まで標高差約500メートルを7分かけて登ります。これだけ急な傾斜を登るので、やっぱり迫力を味わうには先頭がいいですよね。本日は立山ケーブルカーにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。
ゆっくりと登り始めました。右にあるのは立山砂防工事専用軌道。連続18段のスイッチバックがあるそうで、乗れないんですが本当に乗ってみたいです。このケーブルカーは標高475メートルの立山駅から標高977メートルの九条台山駅までトンネルの中を走行する様子は映画やゲームの中にいるような感覚。大きく響く音を聞いているのも面白いです。まもなく進行方向左側に細長い石の柱が折り重なっている姿が見えてまいります。これを大木石と呼んでおり、昔立山が噴火を起こし流れ着いた溶岩が冷えて固まる際にできたものと言われております。If you take a look to your left, you'll see a field of long and narrow stone rods. We call these daimoku said to have been created many years ago when Mount Tateyama erupted and molten lava cooled into the forms that you see there. 室堂までの乗車時間はおよそ1時間です。二条平駅に到着。ケーブルを巻き上げる機械も見ることができ、こんなに小さいものでと驚きつつ、力持ちな姿がかっこいいです。ここから3つ目の立山高原バスに乗り換えます。時刻表にあるバスのみだと乗り切れない方も多く、臨時バスが出ていました。約50分間の乗車。ここから一気にアルペンルートの最高地点まで登ります。高原バスの車両は先ほど乗った立山ケーブルカーによって運び入れられたそうです。約1500メートルの標高差を車窓から見える大自然の変化で味わえます。こちらは落差日本一の称名滝。車窓から見ることができます。こちらの称名滝と後ほど登場する三栗ヶ池は富山出身の細田守監督の映画狼子供の雨と雪のワンシーンにも登場しているそうです。だんだんと大きな樹木がなくなり、視界が開けてきます。目の前に広がるのは雄大な自然。思わず息を飲みます。同時にこれからどんな景色が待っているのか、期待に胸が膨らんでいきます。ポイントごとに徐行してくれるので、座席は左側がおすすめです。標高約2450メートルに位置する室堂ターミナルに到着。じゃーん、室堂にやってきました。立山黒部アルペンルートの最高地点です。ここから三栗ヶ池周辺を観光します。湧き水があって、皆さんペットボトルや水筒に水を汲んでいました。これから三栗ヶ池を一周散策します。だいたい1時間ぐらいだそうです。見てください。壮大な山々に囲まれたこの景色。言葉に表せないくらい綺麗です。大きな山々に向かって歩き出します。まるで大自然の一部になったかのよう。すぐに三栗ヶ池に到着。北アルプスで最も美しいと言われる火山湖です。真っ青でとっても綺麗。
万里の長城を思い浮かべるような細長い道が続いています。こちらのハイマツはライチョウの生息エリア。どこかに隠れてないかなと探しながら歩きます。何やら人だかりがと思ったらライチョウ発見。途中には温泉もありますが、日帰りだと入っている時間はないのが残念。こちらは地獄谷。湯気が出てる。あれがおそらく有毒ガス。有毒ガスの影響で近くに行ける道は封鎖されています。歩いてたら結構暑くなってきたので、一旦半袖、こんな感じでね、中にダウンを着てます。涼しい。見る側面によって全然違いますね。こちらは国指定の天然記念物で、日本に氷河が存在したことが証明された立山の山崎建国。このような映像は小さいカメラを道の端に置いて撮影しているのですが、通りがかりの方に忘れていったと勘違いさせてしまいました。この方も横浜から一人でいらっしゃったそうで、お話できて嬉しかったです。画面いっぱいに広がる雄大な山々。その圧倒的なスケールにただただ見入ってしまいます。階段の上り下りも多くきっつーと思いながらも、やはりこの景色を、自然を最大限に満喫せずには帰れません。そしてこの時はまだ気づいていないのですが、三栗ヶ池周辺を1時間で一周するルートを歩く予定が、道に迷って気づけばルートを外れていました。朝時間を早めたこと、道に迷ったことが重なって、当初時間の関係で諦める予定だった景色を逃さずに目に焼き付けることができ、本当に良かったなと思います。こちらの道はガスの濃度も濃く、各自で気をつけながら通る必要があります。結局2時間かけて満喫し、次に進む前にお昼ご飯、白エビかき揚げそばを食べました。立ち食いそばって初めてでちょっとドキドキしました。室堂駅がかなり寒いので、温かいそばが体に染みます。さあ次は4つ目の立山トンネルトロリーバス。今回の旅の大本命。かなりの人数が一斉に乗車に向けて歩き出すので、ちょっと早歩きしないと一番前にいても希望の座席に座れないかも。日本に残る唯一のトロリーバスで、正式には無軌乗電車と言います。電車線から電力の供給を受けて走る電車の仲間。法律上は鉄道です。聞くだけで面白いですよね。部品の調達が困難になり、今年の11月末をもって廃止されてしまうということで、乗りに行かねばと急いで計画を立てました。見た目は完全にバス。でも車体の上にある架線から電気を受けて走っています。常にトンネル内を走るので、一番前の座席を狙いました。信号が青に変わり、出発進行。
銀河鉄道999のメロディーが流れます。この音、感情がこみ上げてきて、思わず涙がこぼれそうになってしまうんですよね。スーッと走り出しました。音がとても静かでびっくりしたのと、乗っている感じが思ったよりもバスじゃなくてちゃんと電車です。トンネルの中を走るので景色は見られませんが、室堂から大観峰へ山の中を突っ切っていきます。なんだかタイムマシンに乗っているよう。昔は途中に停留所もあったみたいで、降車ボタンがあります。そして対向車とのすれ違い。この辺りは立山連峰の地方、小山の真下にあたります。このバスの上にビヨーンと伸びているのがトロリーポール。最も古くから使われている終電装置です。ブルーライトの区間は黒部ダム最大の難所、大破砕帯。湧き水がたくさん出てしまったり、軟弱な地層だったために突破までにかなりの時間を要したそう。約10分間の乗車。ちょっと短すぎて物足りないので何往復もしたくなります。おそらく今日が最後の乗車になる人も多く、皆さん写真を撮られてから移動していました。そして到着したのは大観峰。エメラルドグリーンの黒部湖と北アルプスの山々、圧巻の景色です。ちょうど前日、富山在住の方とお話しして、本当に素晴らしい景色だから期待していいわよと教えてもらったのですが、想像をはるかに超えていました。どこを見ても息を飲むような絶景が広がります。自然の美しさがこれほどまでに迫ってくる場所はなかなかありません。5番目は立山ロープウェイ。下にある黒部平駅に向かうのですが、ロープを支える柱がありません。このエリアは雪崩が多く、飲み込まれれば支柱が流されてしまうため、あえて作っていないのだそうです。果たしてこんなにお客さんは入るのかと思ってたら入りました。結構ぎゅうぎゅう詰めです。日本最長 1.7km を日本最大級のワイヤーで結ぶロープウェイで7分間の空中散歩。立山の綺麗な紅葉も見ることができました。アルペンルートは標高差がかなりあるので、場所によって紅葉の見頃が違うのも面白いですよね。黒部平からは6つ目の黒部ケーブルカーに乗り換え。こちらは日本唯一の全線地下式ケーブルカー。自然景観の保護と豪雪被害防止のために地下を走っているそう。そしてなんと昭和44年開業当初の客車を現在も使用しているそうです。なんとか一番後ろに乗車できました。これだけの急勾配を一気に下っていきます。ケーブルが光っていると思うのですが、見た目から頑丈さが伝わってきます。ケーブルカーで見るすれ違い、どんな仕組みなんだろうと思っていたのですが、車輪が左右で違う形をしているそう。レールを挟んでいるフランジタイヤが外側のレールに沿って進み、内側のタイヤはただのローラー。すれ違うケーブルカーはそれぞれフランジタイヤの位置が逆になっているからすれ違いが可能なんだそうです。はい、黒部ダム湖駅到着しました。いよいよ黒部ダムを見に行きます。このね、トンネルを通る感じもドキドキしますよね。実はこの黒部ダムは戦死してしまった私のひいおじいちゃんが生前建設に関わっていたそうで、
一度行ってみたかった場所です。奥にある取水口より黒部川第4発電所に水が送られ発電に使われます。日本一の高さを誇るこの巨大なコンクリートダム。アーチがとっても綺麗ですよね。本日は今年の観光放水最終日。風に乗って耳に届くのはダムから放水される水の音。毎秒10トン以上の水が吹き上げており、静かな中にも力強いエネルギーを感じます。かなり暖かく、半袖でちょうどいいくらい。虹がかかってる。こちらはダム建設のために設置されたケーブルクレーンの基礎、ガントリークレーン。迫力があります。では、この外階段を登って展望台まで行きます。これが結構きついらしいです。このコンクリートバケットを使ってさっきのガントリークレーンでコンクリートを運んでいたそう。屋上からは黒部湖と観光放水の迫力を一緒に味わえます。ただ結構きついので無理せず放水観光ステージやレインボーテラスとかでも綺麗な景色を見られます。こんな間近で見れます。すごい大迫力。そして案内所で黒部ダムカードも忘れずゲット。無料でもらえます。いちごソフト。美味しい。ダムの左側には殉職者慰霊碑があります。世紀の難工事とも言われ、171名もの方たちが犠牲となったそうです。私が行った時より温度が低い。やっぱ曇ってるからかな。はい、ということでアルペンルート最後の乗り物、電気バスにこれから乗って、長野へ通り抜けて帰ります。また階段だ。黒部ダムマスコットキャラクタークロニョン型の猫耳つり革がとっても可愛い。こちらは CO2 を排出しない環境に優しい乗り物。電気バスということで電気で動いているのですが、1往復ごとになんと約10分で急速充電され、すぐに走り出せるそうです。窓が曇り、トンネル内の気温が低いことがわかります。道幅が狭く、すれ違う距離も近いので、かなり迫力があります。今、一瞬で通り過ぎた黄色い看板が富山と長野の県境。そしてここにも大破砕帯。私たちは今一瞬で通り過ぎていますが、どれほど苦労してこのトンネルを掘り進めたのか、その壮絶な日々を想像します。トンネルの中でも見ていると面白いポイントがたくさんあります。扇沢駅に到着。ヘッドマークがついているのですが、仙台のトロバスから継承しているそうです。
見てください。まさに今車載パンタグラフを上げて急速充電中。これでまた扇沢から黒部ダム間を往復できるんですね。アルペンルートはマイカー規制が行われていますが、扇沢駅までは来ることができるので、たくさんの車が止まっています。はい、ということで7つの乗り物すべてに乗車してアルペンルートを走破しました。7つの乗り物に乗るっていうので、ずっと乗り物の中かなとか思ってたりしたんですけど、想像以上に歩いて階段もいっぱい登って足腰が結構きてます。とっても充実した一日で、11月末でね終わってしまうトロリーバスも乗車することができて本当に良かったなと思います。はい、ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。